皆さんこんにちは。お疲れ様です。今年の東京の冬はどこか拍子抜けするほど暖かい気がしますね。雪は降らず、頬に刺さるような冷たさもあんまりない。息は白くなるけれど、今年の冬は静かに通り過ぎようとしているんだなと思いました。季節はいつもはっきりとした合図をくれるわけではなくて、こうして日常の小さな違和感としてそっと存在を知らせてくれますね。コートの前を閉める回数が減ったり、手袋を持ったまま使わなかったり、そんな些細な変化を拾い集めながら、今年の冬を私は少し不思議な気持ちで眺めています。入院前に最後の旅として箱根へ向かいました。皆さんは旅先で何を一番楽しみにしていますか？観光名所を巡ること、美味しいものを食べること、目的は人それぞれだと思います。私の場合は少し違っていて、泊まる場所そのものを味わうということが旅の一番の楽しみです。ホテルでゆっくり過ごし、その空間に身を委ねる。そしてお供はやはり編み物です。今回泊まったのはこちら、富士屋ホテル。明治11年1878年創業。日本にあるクラシックホテルの中でも特別な時間を重ねてきた場所です。建物そのものが時代の記憶を静かに包み込んでいるようで、足を踏み入れた瞬間、空気の密度が変わるのを感じました。実は以前にも一度泊まったことのあるこのホテル。チェックインの際、お帰りなさいと声をかけていただきました。きちんと記録が残っていること、そしてそれを言葉にして伝えてくれること。たった一言なのに胸の奥が少しあったかくなる。富士屋ホテルはそういう小さな心遣いを当たり前のようにしてくれる場所です。お部屋は本館、西洋館、花御殿、フォレストウィングの4つの棟からお部屋を選ぶことができます。今回選んだのは西洋館。明治39年、日露戦争の後に建てられた建物です。廊下を歩くだけで床のきしむ音や窓から差し込む光の角度に幾重にも折り重なった時間の気配を感じます。歴史的建造物という言葉ではとても収まりきらない存在感です。天井もすごく高かった。ひとしきり館内を散策した後、お部屋に戻って編み物をします。ラジオを流しながら、テレビを見ながら、時々音楽に耳を傾けたり、ホテルの静けさの中で編む糸はいつもより少しゆっくりと進んでいきます。急ぐ必要のない時間、それだけで心が深く呼吸を始めます。
糸を置いて次は大浴場へ向かったり、湯気の向こうに広がるのは外の緑と柔らかい光。肩までお湯に浸かると体の奥に溜まっていたものが少しずつほどけていくのが分かりました。何もしなくていい時間、ただただ温かさに身を預けるだけで心も体もちゃんと元の位置に戻っていく。ああ、こういう時間が必要だったんだなと湯船の中で静かに思いました。また今度胸の手術をするので温泉はなかなか行けなくなります。しっかりと味わってきました。お風呂上がりにも見るところはたくさんあるんですけど、館内にある書斎へ行ってきました。大きな音のしない本の気配だけが漂う空間です。ページをめくる音がやけに大きく感じられるほどの静けさ。窓辺に座ってまた少しだけ編み物をしてみたり。編み物って時間の流れを穏やかに整えてくれますよね。この富士屋ホテルはロビーでもお部屋でも温泉でも書斎でも静かであることを守ってくれる場所がちゃんと用意されています。それが何よりありがたく感じられました。食事にはドレスコードがあります。宿泊の際にはお気をつけください。翌朝は離れて朝食をいただきました。手入れの行き届いたお庭を眺めながらいただく朝ごはんはそれだけでごちそうです。一口ごとに美味しいが積み重なっていく。ああ、このためにまた日々頑張ろう、そう自然に思える朝でした。帰りは宮の下駅から箱根の名物ともいえる箱根登山鉄道に乗って帰路へ。旅はここまでになります。さて、ここで一曲お届けします。
日本の年末年始に合わせて書いた曲です。皆さんの年末年始はいかがだったでしょうか。私は病院で年を越しましたが、またその話は今度。それでは聞いてください。行く年来る年。ある晴れた昼下がり、ふと目に入った無造作に置かれたルーターたち。配線がむき出しでどうにも生活感が気になってしまいました。暮らしってこういう小さな違和感から整えたくなるものですよね。そこで購入したのがこちら。細くてすっきりとした見た目のルーターボックスです。組み立ても簡単で番号通りに進めるだけ。概要欄にリンクを貼っておきますね。気になった方は見てみてください。こちらは今日の監督です。電動ドライバーがあるとやっぱり楽ですね。こちらもリンクを貼っておきます。監督監視のもと作業を進めていきます。視線は常にこちらに向けられ、少しでも手を止めると終わったと言わんばかりにじっと見つめられます。時々前足がそっと伸びてきて、明らかに作業の効率は落ちているはずなのに、不思議と心は穏やかです。この現場にはスピードよりも一緒にいることが優先される空気が流れていて、それを乱さないようにこちらも自然と動きを合わせてしまったり、作業は進まなくても時間はちゃんとあったかく進んでいたりします。
今日はここまでになります。東京の冬はあったかいとはいえ、寒さのピークがやってくることを肌が先に知らせてくれてます。朝と夜の温度差に心も体も少し置いていかれそうになるこの季節、知らないうちに力が入ってしまうこともきっと増えていきますね。どうか無理をせず、あったかいものを飲んで深く息をして、自分をいたわる時間を忘れずに、小さな網目を一つずつ重ねるように今日という一日を静かに閉じていきましょう。それではまた。